皆さんごきげんよう、上川薫です。今回お届けするのは YouTube ライブ生放送回です。動画の時は一つの動画につき1テーマということに絞っているのですが、生放送においては様々な話題を取り扱っていきます。まずは私からニュースがこんなものがありますよといった話をしていくのですが、同時に皆さんからの話題も募集しています。YouTube のコミュニティ欄に募集欄というものを設けていますので、生放送で取り上げてほしいなという話題やテーマについては、ぜひとも皆さんも書き込んでいってください。また、放送中にどんどん書き込んでもらっても、それは問題ありません。最新のものから見るという時もありますし、評価順という具合にして並べ直して、その上位から見ていくということもあります。その時の気分によって結構変わりますので、お気軽にどうぞ書き込んでいってください。ただ、一つ注意点があります。動画と違って生放送の場合は皆さんとの対話を重視している面があるために、動画のように情報だけをギュギュッと詰めたというものとは少し雰囲気が違います。ですから私自身も結構のんびりと話題を展開していくこともありますので、そうした雰囲気が苦手だなと思う方は、そもそも動画とは違うものだというふうに受け止めてくれると嬉しいです。それではこれより本放送を開始します。ぜひとも最後までご一緒ください。それではスタート。皆さんごきげんよう、上川薫です。2022年4月3日の生放送を行っていきます。放送前の、スーパーチャットでレンさんありがとうございます。ワクチン打ったら熱がアーカイブ見ますねということなので、スーパーチャットありがとうございます。改めて後で、アーカイブで動画見てもらえると嬉しいです。ポチッと。よいしょ。はいっと。こたつねこさん間に合ったぜってことですけど、まあ今日はですね、まあ昨日4月2日本来だったらやる予定だったんですけれども、私頭痛持ちなので、まあ時々ものすごいガツンと頭が痛くなることがあります。まあそれがちょうど生放送を行うその少し前、夕方ぐらいから頭が痛くなって、ちょっとこれは無理だなと思って、本日に1日延期という形にしました。基本的にはまあ頭痛薬、鎮痛剤を飲んである程度抑えることができるので、まあっていう感じですけれど。まあ自分の中でものすごく痛くてもお医者さんとかに行ったら別になんともないですよみたいな形で結構言われるんですけどね。これはでも実際のところ本人の気分としてはとてもじゃないけれど、まあ何か行動しようっていう気がもうまるっきりなえるぐらいの感じなんですよね。今のところ今の体調としては生放送するの大丈夫かなっていう感じですね。はいというわけで、こちら4月3日。まあ今日は結局のところ1日延期という形になっております。帝人さん、メンバー歴5ヶ月ありがとうございます。さらにスーパーチャットもありがとうございます。雨の中の熊さん、メガネが合ってないのでは。まあ確かにメガネが合ってないと、なんていうかな、頭がグワングワンするってよく言いますよね。だいたい2、3年に1回ぐらいは私の場合メガネ変えるんですけれども、まあそんなに今回、まあ今使ってるメガネは時間が経ってないんで大丈夫だとは思うんですけどね。ただ目の病気とかだったらちょっと話は別ですけれども。結局1年2年経つ間に自分の体の中で何かが変わってるってこと、まあ結構ありますからね。はい、というわけで、本日皆さんからの書き込みもですね、土曜日に私が、体調が悪いぞっていうことを、まあ、お知らせしたので、そのことで関連して、大丈夫ですか大丈夫ですかっていう、心配する書き込みに皆さんが書き込んでいて、今のところ大丈夫ですよっていうところですね。まあ、本当に大丈夫じゃないときは、まあ、ぶっつりと連絡が途切れてしまうとか、そんなことにはなってしまうと思うので、まあ、何しろ私の場合、スタッフがいるわけではないので、私がぶっ倒れてスマートフォンなりパソコンなりを一切操作できない状態になると、外部というか、インターネットでつながっている Twitter であるとか YouTube っていうのが、
まあ全く連絡手段として通用しなくなっちゃいますからね。まあこのあたり、まあいずれはって言うと変だな。まあアシスタントがつけるぐらいになってくれば、まあそういったこともないんでしょうけどね。というわけで、まあ皆さんからの書き込みで、体を休めてね、体調いかがですかっていう書き込みいっぱいありましたね。シューマハーさん、独り言。上川さん、体調いかがですか？ご自愛ください。自分の初めて1コメ取った時嬉しかったです。正座して頑張りました。そしたら次の動画で寝転がって本読みながらラジオ感覚で聞いてくださいねの言葉。とても自然で優しい言葉、心地よかったです。上川さんには集う愉快で素敵、皆さんに心が癒されています。ありがとうございます。はい。といった感じでですね、動画の1コメもそうですし、生放送の1コメもそうなんですけれども、まあそんなにみんなガツガツやらなくても大丈夫ですよ。大丈夫です。大丈夫ですよ、本当に。本当に気軽に楽しんでもらえれば。私の中でこの生放送っていうのはどちらかというと、昔ながらのラジオ番組っていう、まあイメージですね。私の場合だと、中学生ぐらいの時が、ラジオ放送は聞いてたかな。その頃はオールナイトニッポンを、まあよく聞いてたので、まあ高校生ぐらいになってくるとだんだんラジオも聞かないようにはなったんですけれども、やっぱりラジオはラジオで良いもので、特にこれは YouTube のライブだから一応動画ではあるんですけれども、まあそんなに視覚情報、見る情報だけがガツンと来てるわけではないですからね。このチャンネルだと。さて、それではまあ早速行きましょうかね。まず今日というか、まあ私の関心事、まあ 99% 今まあウクライナ情勢になってしまっているので、そんな話からいきますね。ロシアによるウクライナ侵略の状況を、こちらまあ防衛省がツイッターで上げてるものなんですけれども、まあ結構使えるものなので、こちらの方を見ていきましょう。まあ全体像を把握するのにはいいかなという感じですね。ウクライナの首都周辺においては、ロシア軍はまあ撤退気味って感じですよね。まあ追撃されてるっていうのはあるかもしれないんですけれども、ロシア軍自身がもう自分で占領地域を放棄して、どんどんとベラルーシ側に向かって移動してるって感じですね。ただしベラルーシとロシア、そしてロシア国内は鉄道路線があるので、この鉄道を使うことによって、まあぐるーっと大回りなんですけれども、ドンバス親ロ派勢力支配地、この辺りまで、まあ、部隊を転換するのではないかと言われております。シューマハさん、スーパーチャットありがとうございます。吉田由紀子さん、頭痛持ちの私は常備薬が欠かせません。今は市販の薬で間に合います。そうですね。薬自体はまあ、そんなに、なんていうかな、効かないっていうわけじゃなくて効きますからね。大丈夫ですよ。まああんまり使いたくないっていう、なんていうかな、気持ちの問題かなっていうのは思いますよね。まあ、薬を使いすぎるとどうしても効き目が悪くなるよとか、まあ耐性ができてしまうよっていうのは頭にこびりついてる関係で、まあここぞみたいな感じで使う感じになってますよね。で、同じくツイッターの方でこの ISW っていうのが、こちらはアメリカの戦争研究所と訳されるところなんですけれども、まあ、ここの情報も結構役立つって言うと変か。使うことありますね。あ、リストから消えちゃった。まあいいや。で、今のところですね、一番大きな動きっていうのが、まあ、首都周辺のロシア軍が撤退しましたよというニュースなんですけれども、まあ、問題はこのロシア軍が撤退した後何があったのかっていう、まあ、こちらの方は私はすごくもう衝撃を受けたと同時にも感情的に言うと怒りの感情がもう、まあ心を塗りつぶすような感じになってしまいました。日本の報道だとですね、今画面に映っているような街が破壊されてますよっていう情景を基本的には映して、そこで亡くなっている人に関してはほとんどまあ映さないようにしている状況です。でもですね、今インターネットでものすごいたくさんの情報が上がるような時代になって、ウクライナの人たちも上げるし、まあウクライナの人だけじゃなくって、まあロシア側のプロパガンダみたいなのもまあ
いっぱいありますからね。そのような情報を見た方がかえって現地どんな状況なのかっていう動画は結構上がってます。こちらはですね、ウクライナの近郊都市ブチャっていうところで撤退した後ウクライナ側の撮影が入ったっていうところですね。ただこちらの方なんですけれども、これを再生してしまうとちょっと問題になるっていう変ですけれども、日本の報道だと遺体が映ってるとそこにぼかしをかけるんですけれども、ツイッターのなんていうかな、これディフェンスオブウクライナって言って、ウクライナ国防省の出してる動画なんですけれども、遺体にぼかしなんか当然してないですから、もう普通に、たくさんの人が道端に、亡くなった状態で倒れてますよっていうのが普通に映ってるんですよね。だから日本の報道だけを見ると何か建物だけが壊れたかのようなものになっていて、さらには、一般市民の犠牲者は何人ですよっていう数字だけになっちゃうんですよね。でも実際問題そんなわけはなくって、当然亡くなっている人がいればその亡くなっている人がどんな状態だったのかっていうのも含めて現地では報道されますから、そのあたりの、状況はちょっと見ておいた方がいいかなと。野山トトさん、動画は結構ショックですね。そうですね。人によってはなんですけれども、やっぱり慣れてない人はたくさんいると思います。私の場合だと慣れてるとって変ですけれども、世界中のいろんな情報っていうかいろんなニュースを見てる関係で、例えばアフリカ大陸であるとか中東における、イスラム教武装勢力なんかがどんなひどいことをやってるかみたいな動画は彼ら自身が自分で情報発信してるんですよね。それは自分たちに反対している勢力を捕まえて、残虐な手を使って命を奪うっていう。で、その命を奪う方法を5種類であるとか10種類であるとか15種類であるとかいろいろ試して、こんなこともできるんだぞ、あんなこともできるんだぞみたいな動画を自分たちで見てくれって、外に向かって発信してるんですね。だからそういうのをちょっと見ていると、体勢がつくっていうと変ですけれども、で、普通っていうと変ですけれども、ほとんどの人はそういった情報は見てないと思うので、ウクライナの情勢の話をした時にこうした遺体が映ってるシーンっていうのもたくさんあるんですけれども、慣れてない人は正直見ない方がいいかなと。やっぱりこういうのは段階を追ってみないと、ちょっと心が、ちょっとダメージを負う人もいますので、このあたりは自分の中で見て大丈夫かな、ちょっと難しいかなっていうのはちゃんと見極めながら、見た方がいいかなと思いますね。で、こちらの方はですね、遺体には完全に毛布かけられているんですけれども、ここの毛布をかけられた遺体がどんな状態だったかっていうのは、文字だけでは一応紹介しておきましょう。首都キーウから20キロ離れた高速道路の近くで、死んだ民間人が見られます。毛布の下には、ロシア軍によって道路の脇で燃やそうとした、4から5人の死んだ裸の女性がいますということで。で、この文章だけ聞くと何のこっちゃって思うかもしれないんですけれども、この裸の女性っていうのがポイントで、一般市民をたくさん殺してますよっていうのはもうすでに報道がされているんですけれども、単純に殺すだけじゃないぞっていうところにこの裸にしてるのが意味があるわけですね。これ以上言う必要はないかなとは思うんですけれども、大人だったらわかる。ちょっと言うのは言い過ぎかな。あんまり見せられないよっていう話ですけれども、ただこの話っていうのは以前からあったんです。それはウクライナ軍側から情報、通信傍受っていうのが結構、頻繁に行われていました。これは何でかっていうと、ロシア軍の側で、古い機器と新しい機器、いろいろあるわけなんですけれども、基本的には新しい機器が、通信障害、通信妨害を受けたりなんかして、結局のところ古いものを使って、みんな連絡し合うなんていうことが、頻繁にあるので、それをウクライナ軍側の方がで、どんな話をしてるかっていうのは、逐一、
覗くっていうのは聞き耳を立てることができるんですね。その中においては、どこどこのとこで略奪をしてこんなものが手に入ったぜみたいな話をしている人たちであったりとか、もしくは戦果、自分たちはこんな素晴らしいことをやったぞっていうのを捏造するためにわざと自分の兵器を破壊してそれを写真に撮って、上層部に上げろみたいな会話がされていたりとかで、この女性たちの話についてもそれが一部入っているよっていうとこですよね。なかなかこのあたりはですね、厳しい現実というやつですね。ダブルシュナウザーさんスーパーチャットありがとうございます。国内外情報が錯綜してどれが真実か見極めにくいですっていうことですけど、真実かどうかを見極める必要は私はないと思います。事実として何が起こっているかっていうのを見るだけで私はいいんじゃないかなと思いますね。例えばこのウクライナの亡くなっている女性4人がいますよってなった時に真実がどうかっていうのはもちろん捜査をして誰がやってなんでこうなったかっていうのを見極めないといけないわけですけども、でも少なくともですね、ロシア軍が本格的な侵攻したからこそこうなったでしょっていう、これは外形的な事実としてはわかるわけですよね。よいしょ。このあたりもただなんだろうな、正常性バイアスと呼ばれるようなものがあって、自分たちの日常の延長線上に現在があると考えると、その自分の日常からあまりにも外れた出来事については受け入れられないっていう気持ちがどうしても発生しやすいんですね。例えば地震が起こっているっていう状況の中でこの後津波が来るぞって言われても、いやいや津波なんか来ねえよって誰かが言ったら、きっと来ないんじゃないみたいな感じで、いわゆる正常性バイアスですよね。で、ウクライナで起こっている出来事について言っても、私たちは日本人の感覚で日本に住んでいる感覚だから、女性が4人死んでいるんですねって言ったら、そこになんていうかな、ひどいことが起こったんですよねっていうのを受け入れることができなくって、私には真実は何かわからないっていう、やっぱりこれは正常性バイアスの中における、事実として何が起こっているか分かっているんだけど受け入れたくないっていう気持ちがどうしても発生しているんじゃないかなと思いますね。で、今日の生放送の最初の方でも私は言いましたけれども、こういったひどいことっていうのは残念ながら別に戦争だから起こっているわけじゃなくて、戦争が起こってないところでも、世界では日常的に起こっていて、別になんていうかな、全くないわけじゃないんですよ。だから逆に言うとロシア軍がやったなってなっても、やっぱりなっていう部分はあるんですよね。ちょっとAFP 通信がこの、現地の取材に入って、一応写真を撮ってそれを公開しているんですけれども、ちゃんとこの写真にはショッキングな表現または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。ご覧になる場合にはご了承の上クリックしてくださいという形で、遺体が写っている写真なんかは公開しているんですけれども、見るか見ないかはちゃんと事前にあなた考えてくださいねっていうのを投げかけているところですね。なので皆さんも私は見ることができるだろうか、見ることができるだろうかっていうか、いわゆる現実を直視できるだろうかっていうのはちょっと見た方がいいと思いますね、このあたり。よいしょ。ただですね、皆さんも一般的なニュースとして、例えばマリウポリでは、市民5000人の方が亡くなられているようですよっていうニュースを、そんな風に数字は聞くことはあると思います。でも5000人死んでいるっていう状況を、どういう風に頭の中で思い浮かべるかですよね。数字で聞くとどうしてもスルーッと右から左へ流れていって思うんですけれども、そこには当然のように撮影したらそれだけの人の亡くなっている、ボディがあるわけなので、では私たちはそれを今見ることはできないけれども、でも戦争が終わった後であれば、当然のようにそれらが白日の下にさらされると思うので、
ただしですね、マリウポリの場合だと、このままだとロシア軍が、占領するので、それらの証拠っていうのを隠滅しにかかるだろうなっていうのはちょっと思いますね。今回首都周辺におけるこうした遺体がたくさん、散乱している状況っていうのは、おそらくはロシア軍がさっさと撤退しろっていう上からの命令があったから、そうした、隠蔽をする前に去ったんだと思います。ゆっくり時間があればおそらくそういったことをするんじゃないかなっていうところですよね。さて、そんなわけで今4月ですけれども、プーチン大統領の一つこの先の予定としてこれがあるんじゃないかと言われているのが、ウクライナ東部で5月に勝利宣言かアメリカ情報当局というこのようなニュースが流れております。アメリカ当局者らによると、ロシア地上軍はこの1ヶ月で期待したような戦果を上げていないことから、プーチン大統領は勝利を印象づける必要に迫られ、東部に重点を移す可能性が高い。アメリカ当局が掴んだ情報では、対ドイツ戦の戦勝記念日の5月9日が目標と見られる。一方、欧州のある国防当局者は、戦況や和平交渉の状況に関わらず、プーチン氏は5月9日に戦勝パレードを実施するだろうとした上で、パレードにはどの部隊や車両が参加するというのだろうと疑問を投げかけたというニュースが流れております。よいしょ。で、この5月9日がなんで一つ注目されているかっていうと、この対ドイツ戦、対ドイツ戦ということは、ドイツは当時はナチスヒトラーのドイツだったわけです。で、今回のウクライナにおける本格的な侵攻作戦っていうのも、プーチン大統領は最初何を言っていたかっていうと、ウクライナはネオナチだと。ネオナチだからあいつらはもう国家として、成り立たせていちゃダメだと。こんな奴らはもう排除しなければならないっていう話をしていたので、いわゆるナチ政権を倒すぞっていう一応口実は最初言ってたので、それとくっつける形でこの5月9日っていうのを現代における対ナチ戦争の、勝利というような形にしたいのではないかというお話ですね。だからプーチン大統領が戦争の口実として使ったものがここで結実するっていうシナリオは、なんていうかな、考察としては、とても筋が通りやすい話かなと思いますね。ただし、ここの中でも書いてあるんですけども、もうこれ以上1ヶ月も戦ったら、プーチン大統領が例えば軍事パレードを行いますよって言っても、もう国内の兵士はもう全然、残ってないんじゃないかなって言われてますよね。ほとんどの戦える兵士については、ウクライナ戦線に突っ込んで、少数残っている部隊だけがそれぞれに基地に残ってるみたいな感じになると思いますね。さて、この対ドイツ戦の戦勝記念日なんですけれども、欧米は5月8日なのに、ロシアはなぜ9日なのかというのも一つ見ていきましょう。ロシアは対ドイツ戦勝記念日を5月9日としている。一方、アメリカ、イギリス、フランスなどの欧米諸国は8日だ。なぜなのか。ちょっとここ記事長いんで、読み上げソフト使いますね。ちょっと待ってください。よいしょ。1945年5月7日、ドイツ国防軍のアルフレード・ヨードル作戦部長は、フランス・ランスの連合軍総司令部で5月8日午後11時から全ての軍事行動を停止するという降伏文書に署名した。しかし、スターリンソ連共産党書記長は、第二次大戦を勝利に導いた決定的な役割はソ連軍が果たした。ナチスの心臓部はベルリンなので、降伏文書はベルリンにあるソ連軍司令部で受けなければならないと主張した。反論する理由に窮した連合軍はこれを受け入れた。結局、8日午後10時43分、ベルリン近郊のソ連軍司令部で、ドイツ国防軍最高司令部のビルヘルム・カイテル総長が、ソ連軍のゲオルギー・ジューコ夫妻高司領官の前で降伏文書に再び署名した。この時間がモスクワ時間で9日0時43分だった。このような理由で、今でも戦勝記念式典は欧米では8日、ロシアと社会主義権国家では9日となっている。というわけで、読み上げソフトをちょっと一旦読み上げてるんだけど、みんなのところに伝わってなかったっていうのに私は気づかなかったんで、少し空白の時間がありましたね。さて、それはそれとしてですね、
ロシアにとってはこの対ドイツ戦勝利っていうのは、第二次世界大戦を終わらせたのは私たちだという自負があると。対ドイツ戦で別にその後まだ日本も残ってるんですけど、ただソ連っていうこのくくりの中ではナチスヒトラーさえ破ればもう基本終わったようなもんだっていう考え方があったわけですね。そして今回のウクライナにおける戦争について言ってもやっぱりネオナチだっていう形でレッテル貼りをして戦争に入っているので、ある意味第二次世界大戦の焼き直しで自分たちは悪いものをやっつけたんだぞっていうのを一つ主張しようとしているわけです。このあたりプーチン大統領の頭の中では一つ理論としては理屈としては自分の中ではつながっているんだろうなと思いますね。ただ彼のこの理論っていうのは明らかに今の時代から言えばいやいやそれ単なる侵略戦争ですよっていうツッコミで、侵略戦争っていうのは現代においては国際法違反ですよっていう話なんですよね。でそんな形でロシアは展開してるんですけれども、じゃあロシアの国内ではどうなってるのっていう話なんですけれども、基本的にはロシア国内においては報道管制が敷かれていて、プーチン大統領そしてロシア当局の発表っていうのは基本的には正しいもの、そしてそれ以外については一切発信は許しません。もしもロシア当局の言っていることとそぐわないようなことを情報として流したら、それは懲役15年の刑に処しますよという形で、自分たちの大本営発表以外については全て弾圧の対象としていますという状態になっております。そのあたりについての記事が出ております。ロシア元国営通信ジャーナリストが語る驚愕のメディア内部情報ということで、記事は長いんですけれども、基本的にこちらの方はですね、クリミア半島をロシアに編入するよっていう話が2013年、2014年にあったんですけれども、それ以前だとそこまでロシア国内におけるジャーナリストに対する締め付けはなかったんだという話が書かれていて、一方でクリミア半島を編入するぞってなったその以後においてはもうプーチン大統領のもう本当に信奉者みたいな人が報道局の責任者について一切自由な報道ができないような状況になってきたと。で今になってはもうそれがさらに厳しく取り締められるようになって、独立系の報道機関はもうどこも全て締め上げられてまともな活動ができなくなっている。資金も断たれるし、そしてロシア当局からも目をつけられているっていうこともあって活動が休止に追い込まれるものっていうのが続々出ているという状況ですね。だからロシア国内においては基本的にプーチン大統領の主張っていうのをみんなが聞くような状況になっていると。一方において若者はどうしているか、若者っていうとちょっと極論なんですけれども、インターネットを通じてロシア国内ではなくロシア国外ではじゃあどんな情報が出回ってるのかなっていうのを見ている人は、今日ご紹介したようなロシア軍が一体何をやっとるんかなっていう情報をもうバンバン目にするわけですよね。だからそういった意味ではインターネット系から新しい情報を手に入れる人たちはおいおいこれロシア当局の言ってることと現実めちゃくちゃ違うじゃないかっていうのに気づいて2つの行動に出ます。1つはこれはやばいなって思ってロシア国外に出るっていうパターンがあります。これはロシア国内の報道でもあったんですけれども、 IT 系の技術者は続々と海外へと脱出しているっていうのがあって、頭脳流出が問題化しているっていう話があるんですよね。ロシア国内においてもソフトウェア産業っていうのがあって、たくさんのそうした IT 系の技術者っていうのを抱えているんですけども、その人たちがどんどんと外に出ていくっていう状況になってるんですよね。でこれらの人はなんで逃げているかっていうと、経済制裁がかかってますよ、経済制裁がかかってその効果が出るのは半年1年かかるっていうのを想定すれば、早ければ早いほど自分たちが脱出した方が自分の身を守れるっていうことが分かってるわけなので、頭のいい人たちはさっさと逃げてしまうというような状況ですよね。
で、一方において、反戦運動をする人たちっていうのも、いるんですけれども、これがですね、全体から言えばやっぱり人数としては盛り上がらないと。ロシア当局はだいたい1万5,000人から2万人ぐらいは逮捕したっていう話をしてるんですけれども、1億4,000万5,000万人ぐらいいるロシアの国内において、1万数千人しか逮捕されないっていうことは、やっぱりそれだけロシア当局の言い分を発信しているテレビであったりラジオであったりといったものがもう圧倒的にみんなの世論を形成しているっていうことですよね。このあたりは情報をどこから取るかっていう問題が結構厳しい状態ですよね。さて、ここまではアメリカの動きなかったのでアメリカの動きいきましょうか。アメリカ、ウクライナに追加370億円。東部防衛強化で戦車供与ということで。ここのポイントはやっぱり戦車ですよね。これまでアメリカはウクライナに対しては軍事物資の支援も行ってきました。でもそれは歩兵に渡すための対戦車ミサイルであったり、対空ミサイルであったり、どちらかというと防衛目的がちょっと色合いとしては強いものが多かったわけです。でも一旦マリウポリに見られるようなロシア軍に完全に包囲されてますよっていうようなところに対してですね、歩兵がてっこてっこ歩いていって、さあスティンガー撃ち込もうぜなんてしても近づく前に歩兵部隊にガンガン叩かれて亡くなってしまうということ、当然起こってしまうわけで、そういった意味においてもゼレンスキー大統領は何を言ってるかっていうと、街が包囲されているようなこういった状況に対してはどうしても必要なのは戦車や装甲車やもしくは戦闘機だという話をしています。で、戦闘機については今のところ供与する予定っていうのが全然立ってないので、戦車についてようやく動き出したなっていうのは一つ大きな動きかなと思いますね。で、これに関連してはいろんなものを支援するんですけれども、ドローン、攻撃用のドローンなんかについてもこれからどんどんと供与されるということなので、これからそういったものも映像として出てくるんかなというところですよね。よいしょ。アメリカがウクライナに供与する自爆型ドローンとは、オート兵器は戦争を変えるのか、日本も検討という記事が出ております。ウクライナへの追加支援に戦術無人機100機といったものが言われています。これ名前としてはスイッチブレードと呼ばれるものなんですけど、おそらくジャベリンほどの名前というか知名度は持たないとは思うので、皆さんは別に覚える必要ないかなと思うんですけど、単純に自爆型というか自爆型って言っても変なんですけど、リモコンでミサイルが飛んでいくっていうのも、それでも別に問題ないかなと思うんですけれども、これからアメリカ軍の供与する様々な武器が渡されて、その中においては今までのような対戦車だけではなくって、もっと兵士やもっと砲兵なんかに対する、気軽に使える武器なんていうのも結構供与されるんじゃないかなっていうところですよね。ただこれ気になるのはですね、この戦術無人機って言われるものなんですけれども、これ自爆型ドローンと呼ばれていて、別名にカミカゼドローンなんて名前がついてるんですよ。このあたりアメリカ軍ちょっと勘弁してほしいなっていうところで、徘徊型弾薬と呼ばれています。日本人にとっては複雑なところですが、欧米などでは、カミカゼドローンと呼ばれることもありますということで、もうこのネーミングやめてほしいなっていう、もう普通にっていうか、もう戦術無人機ってついてるんだからそれでいいじゃんって思うのに、わざわざこんな別名つけなくてもって思うんですけど、これからはそういったドローンっていうのが偵察用、観測用、そして実際に攻撃用という具合にして様々な役割を受け持つようになると。で、こういったものが役に立つ状況っていうのは基本的には制空権がどっちにあるのかっていうのがはっきりしない状況ですよね。制空権っていう言葉についてもいずれは航空優勢っていう言葉に置き換わる時は来ると思いますけど、今は分かりやすさを大事に、分かりやすさを大事にというか、
知名度の高い制空権という言葉を使うんですけれども、制空権は今のところどちらも握ってはいない状況なんですよね。ロシア軍の戦闘機が入ってきたとしても、ウクライナ軍に撃ち落とされるかもっていうような状況なので、結構慎重な攻撃が目立つと。どちらかというと弾道ミサイルの方が目立って、戦闘機については数は少なめ。そしてヘリなんかについていても、ある程度自分たちが目標としているところに近づかずに遠くから撃ち込んでさっさと離れるみたいなことやってますからね。よいしょよいしょ。さて、こういう話をするとですね、これはもうアメリカの防衛企業がもうウハウハだなっていう人が結構出てくるんですけれども、そんなこっちゃ、なんていうかな、話はわかるんですよ。スティンガーをいっぱい使うし、ジャベリンいっぱい使うし、それを受注生産してる関係でたっぷりお金が、その企業入るんだろうっていうところはあるんですけれども、ただしですね、これ注意しなきゃいけないっていうのも変ですけれども、もともとこういう防衛産業の会社っていうのは、例えば軍艦であったり戦闘機であったり、それらのメンテナンスであったりといったようなものが一番大きなお金の元になってるんですね。なので、たとえ一発2000万円かかりますよっていう話があっても、全体から見ればそこまでではないだろうというふうに言われています。この中に出てきているのは、スティンガーとジャベリンを毎月1000機ずつ東ヨーロッパに出荷するとしたら、1200億から2450億円の売り上げになるだろうと話しています。しかし、軍需産業のレイセオンの昨年の売上高は7兆8000億円、ロッキードの場合だと8兆2000億円ということなので、別にこれがあったからといって、もちろん収入アップにはなるんですけども、だからといってなかったも別に困りませんよっていう、それぐらい大きい会社なんですよね。ロッキードの場合だと別に軍事だけじゃないですからね。そういった意味では。だから必ずしも儲かりはするんだけれど、でも全体の押し上げになるほどではないかなっていうところですよね。さて、アメリカの動きを見ていったので、じゃあ次は中国の動きも見ていきましょう。中国は通信機など非兵器支援、ロシア軍物資5月に不定かというニュースが流れています。現在のウクライナ情勢においてキーを握る国はどこなんでしょうっていう話になった時に、基本的には戦っているロシアとウクライナがもちろん一番重要な国なんですけれども、これらの国に対してどこの国がどんな支援をするかっていうのも、これまた大きな今後の流れを決める、そういったキーマンになります。これはベトナム戦争の時にベトナムを支援するのが、中国とソ連でみたいな形で、南ベトナム側ではアメリカ軍が戦ってたっていう具合にして、それぞれがどんな支援を受けていたのかっていうのが、結局のところ最後の戦いの勝敗も分けたわけですよね。それと同じようにウクライナにおいても、ウクライナとロシアが戦っているんだけれども、ウクライナ側には少なくとも欧米の各国から、軍事物資の支援が入っていると。一方において、ロシアの側に中国がどれくらいの支援をするかっていうのが、これからのやっぱり戦いの趨勢を決めるんですよね。ただしですね、今のところ中国は本格的な支援を行っていないようだというニュースです。確かに通信機など、もしくは食料、あと医療物資ですね。これらについて支援しているそうなんですけれども、これ自体だとまだロシア軍としては不満でしょうね。武器弾薬よこせやとかいう感じできっと思ってるでしょうから。それに比べると、食料とかも別に悪くはないんだけど足りんなっていう気持ちでしょうね。何しろウクライナ軍側の方にはどんどんと対戦車ミサイルのジャベリンとか対空ミサイルのスティンガーなんかが入ってるんですから、それに比べるとなんか届くものがちまいなみたいな感じになってると思うんですよね。ただし中国としても今のところは
軍事物資を支援すると、あっという間にヨーロッパ、アメリカからの経済制裁がかかる危険性ありと考えて、少なくとも損得感情から言えばロシアに対する軍事物資の支援はしないんじゃないかなというのが私の見方です。ただしこれもあくまでも損得感情の問題で話をしているので、習近平国家主席が例えばもう損得抜きにしてロシア勝てよっていうふうに思って軍事物資を支援し始めたら、話は全く変わってきますからね。そうなったらロシア軍はウクライナの戦場でかなり自由に動けるようになると。で、これは以前の動画の中でも言いましたけれども、基本的にロシアからウクライナ領内に入って戦うっていうのは、だんだんとその補給線が長く伸びていくから攻勢限界点を迎えるわけです。でもこの攻勢限界点っていうのはあくまでも今のロシア国力だと支えきれないですよっていう話であって、そこに中国が強力にバックアップをし始めたら、もう攻勢限界点の話は一旦横に置いておいて、とにかく軍事的な戦闘力の押し合い、もうこれだけで勝敗が変わってくるっていうところですよね。なので今後もやっぱり中国がどのくらいの支援を行うかっていうのは要注意ですよね。中国が軍事物資の支援し始めたら戦場の様相も変わってくる可能性ありというところです。特に中国はドローンもそうなんですけれども、実験主体兵器っていうのをたくさん持っている国で、近代化もしくは現代の戦術兵器っていうのをどんどんと開発はしてるんですけれども、実際のところ戦場に投入して、さあどういうふうに使ったらよりうまくなるとか、問題点の洗い出しであるとか、そういったことは基本的にはしてないんですよね。で、ロシアの場合だとそういったいわゆる軍隊に対しては使ってないんだけれども、武装勢力に対しては使ったことがあるっていう形では今まであると。例えばシリアにおいては武装勢力相手に散々使って、さあそれを生かしてみたいなことはやってるわけなんですけど、中国の場合だとあれもこれもちょっと一回使ってみたいな、どんなもんなのかなっていうのを確かめたいでしょうからね。だからどこかの段階で習近平が損得感情を抜きにしたら、そういったことを乗り出す可能性ありですね。特にドローンなんかは中国は結構発達してますからね。このあたり使いたいんじゃないかなと。習近平国家主席が EU 側とテレビ会談を行い、ウクライナ危機解決への見解を示すというのが、中国の人民網の日本語版で流れております。この EU 側とのテレビ会議なんですけれども、基本的には EU の方も、中国の習近平国家主席に対してですね、ロシアに対する軍事援助なんかしないでねっていう話を結構圧力をかけているわけです。ただしこの点に関しては答えをはぐらかすような形で、中国としては今のところそんなことは考えてるとも考えてないとも言わんけどねみたいな形で保留はしている状態ですよね。で、なぜそういうことをするかっていうと、もしも全く軍事物資を援助しませんよっていうことを明言してしまうと、それは当然プーチン大統領にしてみたら、おいおい何もううちに軍事物資援助しないって公言してんだよってご機嫌を損ねるわけですからね。このあたりは外交のバランスを取ろうと思ったら、するともしないとも言わないっていうそういった外交を展開するしかない状態ですね。で、そんな中国なんですけれども、やっぱり世界の関心の目がどうしてもウクライナに向かっている関係で、こっそりと中国は動いてたりもします。ソロモン諸島首相中国基地建設を否定っていうニュースが入っているんですけども、これ一体何かっていうと、中国は太平洋地域においていわゆる島国と呼ばれるようなところに対してお金をじゃんじゃんと流して中国に対して権益を持たせてくれっていう話をしています。で、それらの国の中には例えばもともとは台湾との国交を結んでいたようなところでも台湾との国交を断絶した上で中国共産党との国交を樹立しましたよなんていう国もあるわけですね。で、そういったところの中においては
中国の基地を置こうとしてるんじゃないっていう疑惑は結構持たれてると。あとは開発資金なんかを投入するんで、その開発資金ある程度回収するときにおいて、ちゃんと返してね、みたいな、そういった条件をつけると。で、貧しい国の場合だと、とてもじゃないけど返せないよってなったら、最終的には港を中国が運営権を100年持つとか、そういった形で接収したりもします。そういったこともあって、今、ソロモン諸島は、もう中国軍の基地をなんとなく作ろうとしてるんじゃないかななんていうニュースが流れております。よいしょ。これはいいか。さて、ウクライナの穀物生産なんですけれども、この後、ものすごい大打撃を受けるのはちょっと避けられない状況になってきました。やっぱりウクライナ領内でもう戦争状態がずっと続いているわけですし、そして黒海、ここが港があって、そこから船便でもう輸出していたわけなんですけど、今は黒海はロシア海軍が機雷を設置していて、とてもじゃないけれども、貿易に使うことは難しいという状況になっています。で、しかも今作付けしようと思っても、とてもじゃないけれど、そんな、悠長にっていうと変ですけれども、ウクライナの西部側の方だと農業も全然できる状態なんですけど、東部地域とかはちょっと不可能に近い状態ですからね。で、これが一体何が問題なのかっていうと、中東で食糧危機が起こるだろうと言われています。で、なんで中東で食糧危機なのかっていうと、ロシアとウクライナは基本的には小麦を大量に世界に輸出しているんですけれども、この輸出先っていうのが中東地域が多いんですよね。日本の場合だと小麦どこからやってくるのって言ったら基本的にはアメリカ北米産のものが多かったり、もしくはオーストラリアとかから入ってきてるんですけれども、これはもう直接的にもしかしたら中東で食糧危機に直結するかもしれないっていう話になってます。でプラスアルファで言うと、どこかの地域で小麦の値段がどんどんと上がってくれば、当然他の地域で作っている小麦についても同じように値段が上がっていきます。やっぱり安い地域と高い地域があったら、だんだんと安い地域のものに対する値付けが高くなってきますからね。底上げされてくることによって、この冬、この秋、ものすごい勢いで小麦や値段が上がるだろうっていうような話になってますね。しかもこの状況っていうのは残念ながらもう今年だけの話じゃなくって、もう来年とか再来年とかそのぐらいのもう長期間にわたって深刻な影響が出るだろうと言われてます。これはやっぱり軍港だけじゃなくて商業港についても破壊されていることもあるし、もしくは畑そのものがボンボン爆弾とかを落とされている状況で、とてもじゃないけれど畑として使えるようになるのに時間かかりますからね。キャットウェルカミングさん、今年もバッターブーム来るのかなっていうことですけど、砂漠飛びバッタについて言えば確か、去年から今年にかけてかなり収束宣言みたいなのが出てたような気がしますね。ただしこれも雨の影響でいきなりドカーッと増えることはあるのでね、どこでまた大きなバッタが増えるかもしれないっていうのはありますね。よいしょ。で、今日のコミュニティの書き込みにもあったんですけれども、円安めちゃくちゃ進んでるじゃないっていうお話から、このニュースを持ってきました。ロシアのルーブルにも負けたのか、円のどっぽ安に強まる不満っていう記事が流れております。今ルーブルはものすごくこの先暴落するだろうと言われている状況なんですけれども、一方において日本の円もものすごく安くなっている状況です。ついこの間まで1ドル115円ぐらいだったような気がするんだけども、あっという間に1ドル120円台突入して、もしかしたらこのまま1ドル130円までいっちゃうんじゃないっていうぐらいの勢いで言われていますよね。だから他の国の通貨に比べると明らかに急激な動きをしているので、おいおいルーブルと比べてもこれはちょっとひどいんじゃないっていうのはよく言われていますね。ただしこれはですね、アメリカと日本との間において、日本はずっと金融緩和で、とにかく
利率が低い状態にもう抑え込まれてるわけですよね。もうゼロ金利、マイナス金利ぐらいの勢いなんですけれども、一方においてアメリカの方ではインフレっていうのが進んでいて、物の値段がどんどん上がってくるんで、これを抑えるためには、ちょっと利率を上げていこうっていうところから、日本とアメリカの間にこの、ものすごい金利差っていうのが生まれるんですよね。これ日本だとお金なんか置いてあっても全然増えることなんかないけれども、アメリカの方に持っていけば当然、ね、国債のような安全資産であっても利率が上がってるんだからこっちで運用した方がいいよねっていうことから、円安ドル高っていうのがこれからも続くんじゃないかっていういわゆる構造的な問題として言われていますね。で、円安が何が問題なのかっていうと、結局のところ日本っていうのは昔は輸出産業がものすごく強かったんですよ。円安が有利な産業っていうのは基本的には輸出産業です。例えば日本国内で自動車をたくさん作ってアメリカにどんどん売っていこうってなった時には基本的に円安だった方が、より多くの富を得ることができました。ところが現代の日本っていうのは現地生産がものすごく多いんですね。先ほども述べたような自動車について言っても、アメリカであったりメキシコであったりそのあたりにも大きな工場があって、そこで作ったものでアメリカの需要を満たしたりなんかしてるわけです。日本からも当然送ってはいるんですけれども、そこまで大きな利益にはならないと。一方において今の日本っていうのはもう本当にいろんなものを輸入してます。エネルギー源もそうだし、食料の関係、飼料ですね。北米産の小麦であったり、トウモロコシであったり、お肉であったりみたいな感じで本当にいろんなものを輸入している関係で、輸入するときの通貨が弱いっていうのは、他の国に比べるとやっぱり条件が悪くなるんですよね。よいしょ。そういったこともあるので、今 HC さんが地産地消で日本は米あるっていうことですけど、日本の場合だと米粉パンであるとか米粉何々っていうものになんとか置き換えられないかっていう動きが今始まってますね。特にパンは米粉パンで一気に変えることができると思うので、あとはコスト面だけですよね。日本国内においてはお米の需要っていうのがどんどんと下がっていて、お米を食べる人、お米を食べる量っていうのが減ってるんですよね。その関係でどうしてもお米っていうのの値段が安くなってるもするし、お米が余るっていう状況もあるので、なんとか米粉パンに明るい未来をっていうところですね。三月松さん、新米安い。そうですよね。お米今だとはっきり言って安く、美味しいお米がいっぱい食べれるっていう状況ですからね。もったいないですよね。これみんな食べればいいのにっていう。早川ひかるさん、ご飯美味しい。私もご飯美味しいと思います。HC さん、肉も国産あるよ。ありますね。ただ日本の肉、牛肉なんですけれども、結局どこの飼料を使ってるなんていうと、北米産のものを、農協が輸入してそれを畜産業者にみんな使わせるみたいな形でやってるんで、ここもね、肉は確かに日本の国産のものはいっぱいあるんですけど、そこで何を食べてるかっていうと結局海外からの輸入物だったりするんですよね。だからいろんなところで、私たちの生活っていうのは輸入している何かで成り立っているっていうことがあるので、円安ばっかりが続くとちょっとね痛いところなんですよね。日本が輸出産業がものすごく全盛時代であれば、円安になったらなったでものすごいもう儲かりまくるぜみたいなことになるんですけど、現代だと結構限られた業種になってるんですよね、そこが。だから日経平均なんかで言うと、円安、よし、それによって円安利益が出ている会社はここだっていうのがちょっと特集組まれたりするんですよ。例えば企業の間だと、想定為替レートっていうのがあって、だいたい今年は1ドル110円から115円ぐらいのどこかでみたいな形で、いろんな会社が為替予想はしてたわけです。で、そこから大きく外れると、為替の利益であったり、為替損が出るだろうっていうところから、業績発表の時に修正をかけるんですけれども、
日経平均でいうと、そうした円安による利益よりも、まあ、円安によるちょっとダメージがある会社の方が多いんじゃないかなっていうのは言われてますよね。だからまあちょっと難しい。まあ両方あるんですよ。得する会社、損する会社あるんですけど。でもどっちかっていうと私たち庶民は企業ではないので、結局のところ食べるものの値段が上がるであるとか、もしくはガソリンの値段が上がる、灯油の値段が上がる、なんか宅配のまあそういうコストアップの影響を受けていろんなものの値段が上がるみたいな、そういう身近なところでどんどんと、まあ、お金が出ていく方が多くなるっていう、まあ、こっちの方がやっぱりまあ、ダメージとしては痛いですよね。ひなののさん、円安で日本に工場が戻るかっていうところですけど、まあ、状況的に言うと戻してほしいところなんですけれども、まあ、難しいでしょうね。結局のところ、海外にもう工場を作ったらそこから、まあ、わざわざ戻すっていうのは、そこでまた一つお金がかかりますからね。一旦作ってしまったらそこでやりましょうっていうのがありますから、なかなか戻ってこないんですよね。日本政府も新型コロナの問題があって、中国からある程度工場が戻ることに対して補助金をつけたりなんかもしたんですけれども、まあ、小さな企業しかちょっと戻ってこなかったっていうことがあるんですよね。よいしょ。ほいほい。あとは用意したニュースとしては、これはまあ最後かな。ロシア商船への給油拒否、地中海の欧州主要港ということで、ロシアの船なんですけども、まあいろんなところで物を積んで物を下ろしてっていう形で、まあ貿易をしているわけなんですけれども、もうヨーロッパの港に対してはですね、もううちのところに来ても、給油してあげないよっていう、まあ結構な拒否が起こっています。まあこうなったら何が起こるかっていうと、まあ当然のように、ヨーロッパちょっと巡られないって言うと変だな。ルートから外さんといけないなってなるわけで、そうなると、まあ結構なダメージになるんじゃないかなと思いますけどね。これはまあ面白い動きだと思いますね。よいしょ。まあそんな感じでちょっと見ていきましたが。よいしょ。銀玉さん、電気代と交通費が下がれば経済も良くなると思うけどね。そうですね。まあ電気代っていうのは基本的には今の段階だと、私は原発は今ある部分については順次動かせるものについては動かした方がいいという考え方をしています。で、プラスアルファ交通費の方で言うと、やっぱりガソリンにかけてる税金をいくらか外さないと、ちょっとこの後ものすごい値段上がるんじゃないかなと私は思いますけどね。まあ、とてもじゃないけど、なんか下がるイメージがないですね、今のところは。1バレル100ドルからまあそこから上に今張り付いているような状況なので、ここから下がるのはちょっとな無理なんじゃないかなと思いますからね。ひなのさん、原発再稼働しないものか。岸田じゃ無理かな。そうなんですよね。選挙前っていうこともあって、物議を醸す議論を沸騰させるような政策については一切手をつけないだろうと言われています。でも、実際問題、ものすごく電気代上がるだろうなっていうのが分かっている状態で、原発について一切触れないっていうのは、ものすごい国民に対する、なんていうかな、負担を押し付ける行為だと思うんですけどね。兵庫加古さん、ガソリンは高いです。もうすでに高いですからね。うん。でもこれからも、まあ上下動はあると思いますよ。なんか今週は下がったなと思いつつも、でも上がってる方がなんか多いなみたいな感じで、緩やかに上がる可能性ありですよね。何年か前だと、まあリッター130円とか120円とか110円とかいう、そんな時にもあったような気がするんですけどね。今みたいにもしかしたら1リッター200円いくんじゃないっていう状況はちょっと恐ろしい状況ですよね。ドさん、参院選が終わってからでしょうね。そうですね。ほぼほぼ国民の議論が必要な政策について全部参院選の後に持ってくると思いますね。だからそれ今やるのみたいな感じで
なんていうか、明らかに遅すぎるでしょっていうような形になっちゃうと思うんですけどね。銀翼さん、YouTuber が取り上げてた格安電気、いくつも潰れてるみたいね。そうですね。新電電だったかな。なんかそういう、電気の、どこからどこから供給を受けるか選べるようになった、いわゆる自由化っていうのが行われたわけなんですけれども、その中においては、ある程度、なんていうかな、中間利益をすっぱ抜くだけみたいな感じで転売してるだけみたいな会社が結構あったわけですね。スポット価格と呼ばれるような形で、必要な時に必要なだけ電気を買いますよみたいなところがあって、で、そこの中で、大体こんぐらいの値段だろうっていうのが結構安めだったんで、そうした、なんていうか、安く仕入れて、そして、お客さんに提供することで利益をちょっとだけつまんでみたいな会社がいっぱいあったんですけれども、ここ最近だとスポット価格も含めて電気代がガツンと上がってきたりしたので、とてもじゃないけどこれはやっていけないだろうっていうことで、いくつか格安電気の会社が潰れてますよね。M マットさん、リッター70円時代あったよね。さすがにリッター70円時代っていうのはちょっと私もわからんですけれども、灯油700円リッター70円ってすごいですよね。それはどのくらいの時期だろう。リッター70円こっちリッター70円で、ちょっと見てみると、ポチ全国のガソリン価格推移で言うと、もう近年ではないですね、それは。ダバダバ。ガソリン。あ、もう出てこないぐらいや。よいしょ。1997年ぐらいだったかな。リッター77円を見かけた記憶がありますということですね。今から20年以上前ですか。いやー、でも確かにそのぐらいの時期だったら安いですね。今と比べたらもう全然段違いの安さですね。バブル期では90円ぐらいでおまけに食パン1斤とか食パンがつくんですかいやー、すごいですね。今じゃなかなかないですね。ウノリッシュさん、1960年から70年代50円台らしいです。その頃になるとさすがになんか貨幣価値もちょっと変わってくるかなとは思いますよね。キャットウェルカミングさん、そんな時代があったんだ。ほんとね。いや、私はその時代は知らんですね。いや、単純に覚えてないだけかもしれないですけどね。世の中っていうのはそういった意味で言うとじわじわーっと上がってくるのに慣れすぎちゃって、そんなリッター100円以下の時代があったんだよっていうのになかなか気づかないようになってしまったのかもしれないですね。さて、それでは、コミュニティの書き込み、皆さんからのものを紹介していきましょう。セブンさんの書き込みご紹介します。上川さん、こんばんは。ロシア・ウクライナ戦争についてお聞きします。停戦協議が行われていますが、ロシア、プーチン大統領とウクライナ、ゼレンスキー大統領との間で停戦及び休戦に至るための双方の妥協点、落としどころについて上川さんのご意見をお聞かせください。また、最悪のシナリオでロシア vs 欧米が戦略核による戦争になった場合、やはり日本も核攻撃のターゲットになってしまうのでしょうか。心配で夜も眠れません。よろしくお願いします。はい。というわけで、セブンさんの書き込みありがとうございます。まず、どのような決着点を迎えるであろうかという話なんですけれども、プーチン大統領は基本的に現在のところ、よいしょ、ドンバスの
親ロ派勢力支配地と呼ばれるような、いわゆる東部においてがっつり占領地域を広げて、プラスアルファ、これは以前の動画の中でも言いましたけれども、クリミア半島には水源がない。でも、今の占領地域では水源を確保している。プラスアルファ原発も確保しているってことで、電源と水源を確保してるんですよね。だから今のこの南部戦線における占領地域を確保した上で、東部でがっつり占領地域を取ったら、プーチン大統領の言っていたことと整合性が取れるようになります。それは一体何かっていうと、今行っているのは、プーチン大統領曰く戦争ではないと。あくまでもドンバス地域における平和維持活動のための特別軍事作戦であるっていう話を一応はしていたので、これが成功しましたよっていうことを一応は言えるようになるわけです。だから現在のところ東部戦線において戦力を集中するだろうと言われているのは、このプーチン大統領が自分で以前言っていたことをある程度実現しましたよっていう形で、5月9日の対ドイツ戦第二次世界大戦時における戦勝記念パレードのところで、今回も私たちはネオナチに勝ったんだみたいな話をするんじゃないかなって、そういったことが今のところ予想されています。私はそこまでうまく話は進まないだろうと思っていますからね。少なくとも首都周辺におけるロシア軍がある程度撃退、そして撤退していったっていうことを考えると、ウクライナ軍もこの後戦力をどんどんと西から東へどんどんと進めていくこともできるし、また南部戦線の方にも兵士を向けることができるので、特に大事にすべきなのは、このクリミア半島から進出してきた部隊を撃退して水源と原発を取り戻して、そして東部地域におけるロシア軍を押しとどめると、このあたりが大事なんじゃないかなと。だから5月のあたりまでここから1ヶ月あるわけなんですけども、この1ヶ月っていうのはウクライナにとってはかなり正念場かなと。なぜかっていうと、プーチン大統領としては5月9日の戦勝記念パレードで、やっぱりウクライナに対しても勝利宣言をしたいだろうと思われるので、逆算してくる可能性があるんですよね。ここまでにこうしろっていう命令を、軍に投げかけた場合において、軍の方としては、先にスケジュール決まってるんだったらもう何としてもそこに間に合わせなきゃっていう話から、化学兵器の使用であるとか、そういった今までとは違う何かをしてくる可能性あると。結局のところ今やっていることの延長線上だと、これはとてもじゃないけどうまくいかないなと考えたら、じゃあ今までやっていない手で今までいない戦果を上げようとするっていう、そういった危険性があるわけですよね。よいしょ。ただしですね、これについて言っても、とてもじゃないけど、落としどころではないんですよね。プーチン大統領が一方的にそこでやめるっていう話であって、大体占領地域が広がっていることを前提としてますからね。ウクライナとしてはちょっと飲み込める話ではない。だからこそなんとか、撃退して占領されている地域をどれだけ取り返していくかっていうのが大事なところですよね。さて、最悪のシナリオについてはセブンさん書かれています。ロシア vs 欧米が戦略核による戦争になった場合、やはり日本も核攻撃のターゲットになってしまうのでしょうかということなんですけれども、これは日本もターゲットになる可能性は私は十分にあると思ってます。で、それはなぜかっていうと、日本国内には在日米軍基地っていうのがいくつもあります。その中においては当然のように空母のような重要な戦力を持っているようなところもあるので、これらを避けて攻撃しないなんていうちょっと選択肢はちょっとないと思います。なので実際のところ戦略核の撃ち合いっていうことが起こったとしたら、当然のように日本にも戦略核は撃ち込まれると私は思ってます。むしろ撃ってこない方がおかしいぐらいな感じで、思った方がいいんじゃないかなと思いますね。ただし、じゃあ実際戦略核による戦争になるのかっていう意味に言うと、今のところはならないだろうと思ってますね。で、それはなぜかっていうと、例えば、
ゼレンスキー大統領はウクライナ領空に対して飛行禁止区域を設定してくれと NATO 側に対して要請しています。でも NATO 側としては一切それの要望に応じていません。で、それはなぜかっていうと、飛行禁止区域を設定すると、ロシア軍の戦闘機がウクライナ領空に入ってきたときにそれを撃ち落とさないといけない。つまり、NATO と直接対決する形でロシアは戦争状態になるわけですよね。そういう風にならないために、ゼレンスキー大統領の要望を断っているっていうこともあるので、直接的な対決にはならないようにしているわけです。で、直接的に戦わないっていうことは、基本的には戦略核を撃ち合うような全面戦争には発展しないという、こういった状況があるわけですよね。ただしですね、これもあくまでも通常の理論だったらそうですねっていう話で終わるんですけど、じゃあ、今行われているロシア軍によるウクライナ侵攻はそうした理論だった話としてやってるのっていう話になったら、いや全然そうじゃないよねっていうところがあるんですよ。いわゆる利益があるのかとか、もしくは勝算があったのかとか、その作戦計画には無理があったんじゃないのかとか、そういった話いっぱいありますよね。首都を落とせなかったことはもうずさんな攻撃計画の結果だったし、そういった意味で、そうした理論的にはやらないだろうみたいな話とは全く別のところで、いきなりロシアが戦略核を持ち出して使うっていう可能性もゼロではないと。ただしこれはもうプーチン大統領の心の中の問題なので、心配してもしょうがない部分はあります。ね。だから合理的か合理的でないかっていう話と全く別の基準で話が動いてくることがあるので、この推論っていうのを全く乗り越えて行動してくることありますからね。今のままだと戦略核を撃ち合うことはないんだけれども、でも戦術核、低出力の核についてはウクライナ領内で使う危険性はありますよ。これは先ほど述べたような5月9日に向けて、スケジュールを組んでしまったら、それに向けて何とかしないとなーって思ってるロシア軍の人たちが、戦術核をウクライナ側に対して使うことによって、いわゆる降伏を促すってやつですよね。だから一発逆転の手段として戦術核をウクライナ領内で使うかもしれないっていうのはちょっと、頭のなんとか片隅にチラッとぐらいは残しておいた方がいいかもしれないです。ただしこれもですね、合理的なのかって言われたら当然のように非合理的です。そんなことをやれば結局のところ、もう明らかにロシアは悪いだろうっていうのを全世界的に公表することになるので、さすがに中国ですらもう擁護はできなくなるだろうと思いますからね。そんなことをすればロシアにとっても明らかにマイナスです。でもこれはあくまでも合理的な考えがまだできるんだったらっていうちょっと前提がついちゃうんですね。だから非合理的な判断をしてしまうと戦術核、戦略核の使用もあり得るっていうところですね。伊藤健マコピーさん。ロシアを擁護する日本の政治家は利権のために擁護していると聞きました。特に北海道出身のあの議員です。他にももっともっといるのか、上川さんの意見が聞きたいです。書き込みありがとうございます。北海道出身のあの議員さんについては、鈴木ほにゃほにゃさんの親子でございまして、一番問題なのは結局のところ父親もそうなんですけれども、娘さんの方もおかしいぞっていう、今のところ日本維新の会と自民党に分かれてはいるんですけど、どっちもおかしいぞっていう、なんだこれっていうところですよね。特に、鈴木宗男さんについて言うと、完全に意見っていうのがロシア側の広報に基づいた話をしているっていう特徴が一つあって、いやなんで日本の政治家なのに日本の側に立たずにロシア側の意見に立って、日本の方がおかしいみたいなことを言い出してんだみたいな感じですからね。だからこれに対してはやはり日本維新の会はここ最近はね、この安全保障問題では全然ダメだなこの党はっていうところですよね。
鈴木宗男さんもそうだし、結局顧問の弁護士としてついてる橋本さんについて言っても、ほぼほぼむちゃくちゃな支離滅裂な話をずっと毎回してますからね。自分が何かこれ間違ってますよみたいに言われたら、お前はバカかみたいな感じで罵倒する言葉なんかも言っていて、で自分が相手を罵倒しているのに相手の方から文句が入ってくると、そんな罵倒するような言葉を使ってるやつはろくでもねえやつだみたいなことを言って、いやあんた自分も罵倒しまくってたやんみたいな感じで言ってることが本当むちゃくちゃなんですよね、ここ最近。でこれに対しては松井さんは、いやいやこれはあくまでも個人的な意見で、党としての意見とは違いますよみたいなことを言って、鈴木宗男さんとかもむちゃくちゃなこと言ってるのに、これまま残しておいて何の処罰もせんのかっていう、このあたりにおかしな話ですよ。でもちろんですね、他にももっといるのかっていう話になると、いると思います。いると思いますけれども、鈴木宗男さんほど露骨な人っていうのは、そこまで目立ってるわけじゃないのかなと。でも目立たないだけできっといるんだろうなと思いますよ、そこはやっぱり。ひまわりさん、上川さん、いつもありがとうございます。お体を少し休ませてくださいと言いたいのですが、あなたのお顔といつもの声を聞いてからでないと一日が終わりません。戦争が終わったらもっと楽しいお話もお聞きしたいですね。ありがとうございます。戦争が終わったら、もうちょっと違う話題の話もできるとは思うんですけれども、なかなかね、すぐには終わらんですよ、きっと。しかもこっからの話で言うと、より目を背きたくなるようななんていうか出来事が増えるだろうなと思ってるんですよね。でそれはなぜかっていうと、シリアにアサド政権っていうのがあるんですけれども、このアサド政権っていうのは、プーチン大統領を 100% 支持してる、国です。でそこである程度の傭兵という名のシリア軍兵士をですね、ウクライナに投入するだろうと言われてるんですけども、これらの兵がどうもね、なんていうか、イスラム武装勢力とどっこいの残虐なことをやる人たちなので、ウクライナに入ってさあ戦闘だってなったら、もう一般住民に対するもう残虐非道な行為っていうのがものすごいなんか日常的に行われてしまうだろうなっていうのを思うんですよね。で、先ほども述べたように化学兵器であったり、化学兵器っていうのは毒ガスですね。毒ガス兵器を使ったり、もしくは、戦術核を使うかもしれないっていうこともあるので、このあたりの、悲惨な話っていうのはまだね、打ち止めじゃないだろうというふうに思っております。よいしょ。こたつねこさんの書き込み。上川さん、お体の方は大丈夫ですか？はい。大丈夫になってきましたって感じです。ブルース・ウィルスが失語症のため俳優業を引退されるそうですね。上川さんや皆さんにはお聞きしたいです。ブルース・ウィルスが出演している作品で心に残る作品はどれですか？ちなみに私はアルマゲドンです。最後の親子の別れには泣けましたということですね。アルマゲドン私も好きですよ。ちょうどこのアルマゲドンと確かディープインパクトだったかな。地球に小惑星が飛んできて、もう地球がもうダメになってしまうかもしれないっていう映画が、なぜか2本ほとんど似たような時期に公開されるっていう、なかなか不思議な時だったんですけど、どっちもどっちでそれぞれ面白さがありましたからね。アルマゲドンの方はさすがにエンタメによっていて、惑星に乗り込んでいって穴開けて、その穴を開けるのが石油採掘、技術者っていう、そんなわけねえだろみたいな展開ですけど、それはそれとして絵としては面白かったですからね。ただ好きな作品はどれですかって言われると、やっぱりダイハードシリーズになるんじゃないかなと。今でもやっぱりテレビとかで放送されたら普通に最初から最後まで 見ることができるぐらいダイハードは面白い映画ですからね。皆さんもブルース・ウィルス引退という、ニュースが流れておりますので、ぜひともダイハードシリーズアルマゲドン見てやってください。映画で見て、心を休ませるのは大事ですよね。特にさっきの話もありましたけど、これからもひどい話いっぱい出てくるだろうっていうのが現実としてあるので、やっぱりエンタメを見て少しそれを忘れるっていうのも大事です。AGT さんの書き込みご紹介します。
上川さんの体調回復を願っています。とにかくよく休むといいと思います。私は日曜日は寝る日に勝手に決めています。はい。ということで。いいですよ、本当に。結局のところですね、寝るのが一番です。本当ね、寝るのが一番ですよ。まあ、昨日の夕方ぐらいからちょっと頭痛すぎるなっていうことから早めに寝たんですけれども、今日もずーっとうつらとして、夕方近くまでずーっと寝てましたからね。だからもう、ほぼほぼ、一日終わったなっていう感じでしたね。夕方にもそもそっと起き上がってきて、もう外は真っ暗ですからね。もう朝起きて、ご飯食べて、ちょっとツイッターやって、そしてすぐに布団に入って、で、お昼になってちょこっとつまんで、そしてまた寝てみたいな感じですからね。とにかく眠るっていうのは大事でございます。シューマハさん。上川さん、皆さん、こんにちは、こんにちは。世界情勢も気になりますが、最近の地震がとても心配です。専門家は日本列島は活動期だとか、また地震が来たら家が持つか、上川さんの意見をよろしくです。こたつねこさん、先月末には京都で震度4の地震がありました。地震大国の日本ですから、地震が発生した日には、関西地区の報道番組は南海トラフ地震予測をやっています。いつ来るかわからない地震ですが、神戸淡路大震災のように就寝中に来ると心配で仕方ありません。やはり寝室にはタンスやテレビなど近くに置かないようにしています。そうですね。関西の方だと地震イコールついに南海トラフ地震がっていうのも、一応ちらりと頭に浮かぶ話ですよね。で、南海トラフ地震だけではなくって、関東で言えば、次の関東大震災っていうのも、やはりこれも頭の中でちらりとちょっと、思い浮かべなければならない話で、全く何もない国じゃないですからね。必ず何かしらの、天変地異と私たち日本っていうのは、付き合っていかないといけないような国ですからね。決してこれがゼロになるわけではないと。だからこそ、じゃあそんな自然災害があってもそれをどうやって乗り越えていくんだろう。いわゆる減災とプラスアルファ復興っていう、ここですよね。自然は別に悪意があって地震を起こしているわけではないので、そこはね、私たちにしてみると、そういう土地に住んでいるからっていうので、ちょっと、恨み事ではなくって、本当に私たちには、なんていうか、日本文化の一つの、なんていうかな、特徴の一つでもありますよね。何か大きな自然災害があるからこそ日本人っていうのは、自然に対する畏敬の念を持って、それでいて日本人自身も、結束をしやすいっていう面はあると思います。例えばですね、全く自然災害がないようなところだと、どうしてもそうした自然に対する畏敬の念は持ちにくくなりますよね。恐れるっていう部分がなくなってしまいますから。兵庫加古さん、お体を大事にしてください。無理なさらないでください。ありがとうございます。よいしょ。よいしょ。孫中山さん、上川さんを大事に。明日も無理はなさらず体調回復にお努めください。ありがとうございます。よいしょ。桜咲くの季節です。三次大戦の食料準備は始めていますか？震災対策にもなるので、ということで。第三次世界大戦の食料準備なんですけれども、人によってはですね、核シェルターを我が家にも作ろうというようなところで、問い合わせなんかが増えているそうです。先ほども述べたように、日本には在日米軍基地がある以上、例えば、ロシアとNATO 諸国全体で、戦略核を撃ち合うような状況になったら、当然日本にも飛んできますよっていう話をしました。だからこそ日本においても、核シェルターで、飛んできたなっていうのが、きっとニュースで流れるだろうっていうのを前提にすれば、核シェルターに閉じこもるっていうのも一つの選択肢ですよね。私の場合だと、賃貸に住んでますから、そんな核シェルターを用意することはできないんですけれども、でもね、こういう一つ食料準備を進めるっていうのは震災対策にもなるよっていうのは、これはまた正しいことだと思います。いろんな食料や水なんかを
買い込んで、それをローリングストックといって、古くなったものから順次食べたり飲んだりして使って、そして新しいものを入れて全体の量を保っておけば、いざ何か大きな震災や事故、そういったものがあった時でも、まだまだ自分の家にはこんなに食べ物飲み物があって、電気が普通になってもある程度耐えられるぞっていう状況を作るというのは、一つ大事なことじゃないかなと思いますね。山下秀樹さん、スーパーチャットありがとうございます。薬で眠ってしまう前に鎮痛剤の購入の足しありがとうございます。ひなののさん、松代の地下壕は核シェルター代わりになるかな。どうでしょうね。どのくらいの深さがあれば OK なのかっていうのがわからないですけれども、例えば今回のウクライナ情勢の話になった時に、ウクライナの地下鉄は旧ソ連時代に核シェルターを兼用するっていうことを意識して、地下100メートルのところに駅のホームがありますよっていう話はあります。確かに100メートルまで深くまで作れば、核攻撃があっても結構耐えられるんじゃないかなっていう思うので、日本の地下鉄の場合だとそこまで深いわけではないんですよね。ちょっと厳しいかなとは思いますね。パープルさん、スパチャットありがとうございます。もうすぐ登録者14万人ですね。そうですね。14万人。久しぶりにプラスアルファで1万人増えますよっていうところで。半年以上多分もう13万人で止まってたんじゃないかなと思うので、半年以上、もしかしたら1年はないかな。でもそのぐらいの感じでずっと13万人だったので、14万人になるのはありがたいことでございます。特にここ最近ではこのウクライナ情勢についての話をすると、みんなからの反応というか再生数がものすごい伸びるんですよね。やっぱり私の中では別にものすごい何かが変わったわけではないので、皆さんからのこの情報を求める気持ちっていうのが、ちょうどフィットしたんじゃないかなと思いますね。結局のところ私は難しいことを難しく言おうとしているわけではなくって、難しいことをなるべく分かりやすく皆さんに伝えようとしている関係で、人によっては浅いっていう表現をされる方もいますし、例えば専門的な意見が聞けないとか、そういうふうに物足りなくなるっていう人もいるみたいですけれども、でもね、分かりやすいっていうのは非常に大事なことで、結局のところ理解できない話を聞いたってね、眠くなるだけなんですよ。これは皆さん社会人の人であれば、大人になってから勉強してさあセミナーに行ってくださいね。セミナー講師の人に1時間ぐらい話を聞いてうつらうつらするっていうのは結局のところそれは面白くない話だし、理解できない話をされてるっていう、そんなこともあると思うんですよね。だから分かるように伝えるっていうのも結構大事なことなんじゃないかなと思いますね。みつきますさん、ライブで登録者が減る現象はなくなりましたかっていうことなんですけれども、これは残念ながら今でも続いておりまして、例えば先週の生放送なんですけど、管理画面だと動画ごとにこの動画を見て、チャンネル登録者数が何人増えた減ったとか出るんですね。でそれと同じように生放送について言っても管理画面だと、この生放送では、チャンネル登録者数がマイナス25とか出るわけですよ。生放送を見てチャンネル登録外すんだったらもういっそのこと生放送だけ見ないでおいてよとかはちょっと思いますけどね。結局動画から入った人にしてみると話が長いっていうのがやっぱ一番嫌みたいですね。これは今日の話で言うと、私は昔ラジオでオールナイトニッポンを聞いていた時期がありますよっていう話もあるんですけど、何時間とある話を今の人たちはちょっと厳しいって思ってる人たちがいて、例えば YouTube だと一番よく見られる時間、どのくらいの何分の動画が良いとされているかっていう話になったら、おおむね10分以下ですよ。いやいや、もう最近だと10分どころか1分のショート動画の方がいいですよっていう具合にして、長ければ長いほど敬遠される傾向っていうのがあるんですね。
だから私の動画でも10分ぐらい超えてる動画だと、倍速で見てますよとかいう形で、とてもじゃないけれども、等速では見ませんと。もう2倍で、5分ぐらいに縮めてみますっていうような、形も多いですからね。それで言うと生放送っていうのは倍速もできませんし、もう時間で言うと2時間とか喋ってるわけですから、でも勘弁してくれよって思う人がいるのもちょっと仕方ないのかなというところですね。だからそれらの人たちに対して私が言えることは、生放送と動画っていうのはもう全く違うもんだと思ってくださいっていうところです。生放送だとこういった話をずっとしている関係もあるので、ちょっと厳しいなと思ったら、それは見ないで、動画を上がった時にだけ動画見てもらえればいいんじゃないかなと思いますね。吉田由紀子さん。先生、今の人でなくても厳しいですっていうことですね。確かにそうかもねっていう。よいしょ。マリンさん、簡単なことを難しく言う、橋本さん、田口さん、どっかの誰かの YouTube 大学よりも正確で的を得ていて、わかりやすいです。ありがとうございます。どっかの誰かの YouTube 大学っていうのは結局のところ、変な話なんですけれども、本人の考えじゃないっていうのを一つ盾に使ってるんですよね。例えば、私はこの本を参考にして今話をしていますよ。だからみんなから批判をいくら言われても、この本の内容にそう書いてあるんだから私は関係ありませんみたいな形で言ってるんですよ。私そういうのは良くないなと思ってて、結局のところ私は逆の方で、基本的に私の話というか私の考えしか言ってないわけですよ。誰かが言っていたからこう言っていたんじゃなくって、結局のところ私が咀嚼した上でこのことはこうだな、だから私はこう思いますよって話をみんなにしてるんですよね。やっぱそうじゃないとね、おかしいですからね。橋本さんについてはこだわらなくていいっていう話はありますけれども、でもあれだけ尻滅裂なことをずっとテレビ番組で発言しまくってるっていうのを見ると、ものすごい有害だと私は思ってますからね。ああいうのね、ツイッターで喋る分には、そういう人もいるんだねぐらいで終わるんですけども、テレビっていうものは結局のところ無視してはいけないんですよ。ロシアの今回の話で言うと、ロシアの国民世論を作っているのはテレビですよ。そのテレビっていうのが、ロシア政府の発表している中身を丸々コピーして、それ以外からちょっとでも外れたら懲役15年っていうレベルで統制かかっているっていうのもあって、でそれによってロシア国内の世論形成としてプーチン大統領を支持しますよっていう人が多くなってると。でそういうことを考えると、今の日本のテレビ局っていうのはやっぱりなんだかんだ言って、まずネットは見ませんよっていう人を中心としてテレビを見ているわけです。で、その人たち向けに、橋本さんが延々と、ウクライナはさっさと、降伏しろ、ウクライナは、譲歩しろじゃねえな。妥結しろっていうようなこととか言ったりして、見てる人の中には、そうか、ウクライナはもうさっさと降伏したらいいんだね、みたいな感じで受け止める人が出てきてもおかしくないというところですよね。そんなもしも降伏したら何が起こってるかっていう話として、今日の話だと、とてもじゃないが、直視することができないような悲劇がもうたっぷり起こってしまっているというところですよね。少なくともゼレンスキー大統領は妥協は一切してないんですよ。そもそもウクライナ側で妥協できるところがないですからね。例えばプーチン大統領が最初に述べたよ、作戦行動のその目的として、ゼレンスキー政権はネオナチがいっぱいいるからこの政権が、このまま続くなんてありえないみたいな話をされても、いやいやうちの国そんな国じゃねえしみたいな話からして妥協はできないですし、しかも初期の頃はですね、武装解除しろっていう話をしてたんですよ。ウクライナ軍武装解除したら何が起こるかっていうと、その後
まあ一切兵器がないわけですから、もう侵略し放題になっちゃうわけですよ。そんなのとてもじゃないけど飲めないというような形で、基本的な要求がもうとてもじゃないけど飲めませんよっていうものだったんですよね。まあその他クリミア半島をロシアが編入したけど、それをウクライナ側が正式に認めなさいであるとか、まあドンバス地方における人民共和国2つありますけど、これをロシア側がまあ国家承認したと。改めてウクライナもそれに追認する形で領土割譲しなさいみたいな話で、とてもじゃないけどやっぱりこれも譲歩できない話なんですよね。このあたりはね、プーチン大統領の要求があまりにも過大で、譲歩しようと思ってもできるもんじゃないっていうところですね。一つ、外交交渉のテクニックとしては、相手が受け入れられないようなものを突きつけた上で、少し譲歩したかのように見せて、本当の狙いを、交渉としてまとめるっていう方法はあるんですけど、プーチン大統領の場合だと明らかに戦争が数日で終わることを前提とした要求だったんですよ。だからこそ、首都に対する空挺団の派遣なんかもあっという間に首都を占領することを前提とした作戦計画だったわけですね。でもそれらが全て破綻した今となっては絶対に受け入れられないような条件になっていると。もしも首都を完全に、最初の2日で占領してゼレンスキー政権が崩壊してゼレンスキー大統領が国外に逃亡したっていう状況だったら、残った政権がプーチン大統領の要求を受け入れた可能性があったわけですね。今のところ現実としてそうなってはないので、プーチン大統領の目論見は完全に失敗したというふうに私は見ております。よいしょ。HT さんの書き込み。皆様、上川様、おはようございます。自宅の固定電話にかかってくるのがほとんど迷惑電話です。困っています。着信拒否していますが、皆様はどんな対策をしていますかってことなんですけど。いやー、HT さん、もう、この機会に固定電話を解約するっていうのも一つの手だと思いますね。うちの実家もですね、親は、過去の継続として固定電話をずっと持ってたんですよ。でも、親もですね、携帯電話を持ってるわけです。だから、誰かから電話がかかってくるっていうのは家の電話じゃなくって、携帯電話なんですよ。ということもあって、うちの親に、固定電話、基本料金もかかるし、解約したらいいんじゃないっていう話をしたら、そうねって言うんですよ。言うんだけど、解約しないんですよね。結構、何年もずっと固定電話入ってると、それだけでお金かかるから、無駄なのになって私は思うんですけどね。で、今の時代、固定電話で本当にかかってくる電話って、勧誘のものが中心だからねっていうのもあって、もう固定電話については撤去した方がいいというのが私の今の考えですね。おもちパンダさん書き込みありがとうございます。こんばんは。まだ少し寒いですが、桜が満開で春気分ですね。というわけで、お餅はヒノキの花粉症デビューをしました。おかしいなと耳鼻科へ行ったらヒノキのアレルギー反応マックスになってました。皆様はいかがですか？ちなみに口で溶かすタイプの花粉症のお薬をいただいたのですが、それがラズベリー風味で美味しいのでびっくりしてます。医学、薬学の進歩はこんなところにまで気を使ってくれるとは驚きです。なるほど。確かにですね、確かにっていうか、こういう薬についても、少しずつ良くなってるっていうのはあるでしょうね。で、今のところ私は花粉症デビューはしてないんですけれども、でも、いつかはなるかもしれないですからね。こればっかりはいつ来るかわからないっていう意味で、本当に恐ろしいものでございます。一度なってしまったらもうそれがまた結局のところ何年もずっと毎年のように花粉症、今年も花粉症、そろそろ花粉症、やっぱり来たみたいな感じでずっともう気に病むようになるわけですから、もうこれ勘弁してほしいところですよね。
野山トトさん書き込みご紹介しましょう。上川さん、こんばんは。こちらは5月に入らないと桜が開花しません。かなり前のことですが、東京に住んでいた時に、北海道って日本国内の外国ということを強く感じました。ちなみに沖縄の友達も同じことを言っていました。そして未だにその状態は解消されていないと聞いています。北海道、沖縄など外国から侵略されても対岸の火事状態ということにならないことを願っています。ネガティブな話で申し訳ないですということですが、まあなんというかですね、少なくとも日本政府の考え方としては、対ロシアっていうことを考えると、北海道には明らかに昔からずっと主力部隊がいますからね。別になんかもう攻められたらもうあっという間に逃げ帰ってやるぜみたいな感じじゃなくて、もう迎え撃ってやるぜっていうところから一応話はスタートしますんで、北海道の人に対して別に日本政府が見捨ててるみたいな感じでは持たないでもいいんじゃないかなと思いますね。まあただし最近だと対中国シフトっていうのが進んでいて、北の守りよりも今南の方にまあいろいろお金がかかっていることはまあ確かなんですけどね。で、沖縄の方がじゃあ、まあ外国の的な考えを見られているかっていうとそうではなくて、先ほど述べたように対中国シフトっていうことを考えて南の方に、まあ自衛隊の戦力っていうのも移ってきている関係もあるので、まあやっぱりこれも無視してるわけじゃないですよっていうところですね。まあただし今の日本っていうのは実際に戦争をふっかけられた時にこれに対して対応できるかっていうとめちゃくちゃ私は弱いと思ってます。自衛隊は訓練をしっかりとしているんだけど、じゃあ自衛隊の訓練が生かされるような法体系なのかっていう話になると私はまあとっても怪しいと思っていて、まあ例えば自衛権を発動させるためには相手が攻撃するのが最初にないといけませんよっていう段階で、日本の自衛隊の基地に対してもミサイルがもうババババババーっと降り注ぎまくった後でさあ反撃しようと思っても戦力残ってねえよってことになりかねないですからね。まあそういった意味では日本っていうのは本当に専守防衛っていうのが難しい時代になっているにもかかわらずいつまでも専守防衛で危険じゃないのっていうふうに私は思ってます。まあ少なくとも北海道、沖縄、どちらにしても別に対岸の火事ということはないと思いますね。AGT さん、ウクライナ軍が健闘しています。ロシアは予想以上に弱く感じます。軍隊の質に違いがあるようです。また国民の民度もかなり差があると思います。皆様はどんな風に感じていますか？まあこれはですね、やっぱり守る側と攻める側っていうのはどうしても守る側の方が基本的には血のりを得ている分だけまあ戦いやすいっていうのはあると思います。まあそれに欧米からのやっぱりなんだかんだ言ってもまあ支援が入ってるのは大きいんじゃないかなと思っていて、例えば全く支援がない状態でロシア軍とウクライナ軍がぶつかった状態でこのまま戦争が進んでいたとしたら、まあ、プーチン大統領の目論んでいた最初の開戦数日で、首都を攻め落とすっていうのが、まあ、現実になった可能性はあると思います。でも、実際問題としては、物資の提供っていうのはちょっと時間はかかりましたが、情報の提供っていうのは、まあ、積極的に入ってきたこともあるので、まあ、それによってウクライナ軍はある程度持ちこたえることができたんじゃないかなと思ってますね。まあ、あとはロシア軍は予想以上に弱かったっていうのは私もそれはちょっと思いますよね。まあ、結局のところ徴兵期間中の新兵についても結構投入してしまったので、それがまたかえって混乱を際立たせてしまっているんじゃないかなと思いますね。まあ、プーチン大統領は当初この徴兵期間中の新兵については戦場に送らないっていう話をしていたんですけれども、実際のところは軍のその中の話としてまあお前たちは徴兵期間中の新兵だけどもこれからこの書類にサインしろ。何ですかこれ。それはもちろん職業軍人に至るための契約書だみたいな感じで、まあ無理やり書かせて連れて行った人たちもそれなりに何万人単位いるんじゃねっていうね、まあそんな話もありましたからね。
ただし今年の、徴兵期間で新兵は、1万3000人を集めるっていう話をしていたので、実際のところは、5000人から1万人ぐらいのその訓練の期間の人たちが、今回の戦争に駆り出されちゃったんじゃないかなと思いますね。これらの新兵の人たちは基本的には訓練も訓練、初期的な本当に初歩の訓練をしているだけの人たちなので、そんな人たちが戦場に連れられていったらね、とてもじゃないけど、戦力にはならんでしょうっていうところですね。といったあたりで皆さんからの書き込みについては一応ある程度カバーできたかなというところですね。山下秀樹さん、ロシアにはベテラン兵はおらんのかということですけど、ロシアのベテラン兵っていうのは基本的にはチェチェン紛争であるとか、もしくはシリアにおける武装勢力と戦った人たちっていうのがいるんですけれども、やっぱり全体から言えば人数はとても少ないんですよね。特にこれらの戦闘っていうのは基本的にはウクライナ軍みたいに何十万人も兵士がいるっていうものではなくって、ものすごく小規模な相手に対して戦いっていうのが、これまでの話なので、なかなかベテラン兵っていうのは少ないですよね。で、一部のエリート部隊っていうのも結局のところ、全体から見ると少ないものに過ぎないので、それらの人たちをどう使うかですよね。で、今回の戦いで言うと、最初に空挺弾をウクライナの首都に差し向けたと。で、これらの人たちは結局のところ、他の部隊との連携が全然ない状態で孤立無援になってウクライナ軍にボッコボコに叩かれて、ね、壊滅したんですよね。だからこのあたりも、エリート部隊をすり潰してしまったプーチン大統領っていうのは、かなり軍事的な才能はないんだろうなっていうのはちょっと思いますよね。おっと雨の中のクマさん、唐突に何の話をしてるんだろう。銀翼さん、国防プランも常に更新しないとね、兵器も随分変わった気がするわ。そうですね。今回のように一つ特徴としてあるのが、ドローンを使った観測と、それの観測をした上で砲兵とどう連携させるかっていうのが、一番目立っている部分ですよね。ドローンによる攻撃っていうのもあるんですけれども、どちらかというと、砲兵と連結するパターンが、一番有効性高くなってるんですよね。今までだったら、弾着がどこかなっていうのを見た上で、そこから修正かけて、みたいなのをやるわけですけど、結局のところ、はっきりとリアルタイムでどこに落ちて、じゃあどのくらい修正するかなんていうのは、ちょっとできなかったわけですからね。で、今回の戦いではそうした意味で言うと、もうドローンで、よし、ここだな、ピンポイントっていうところを狙って、結構潰しにかかってますからね。このあたり、やっぱり、学ばないといけないところですよね。ただし日本の場合だとどれだけ制空権を維持するかっていうのがまず第一に必要で、次に制海権ですよね。ウクライナとロシアとの間には海もなければ山もないっていう状態で、もうガンガン陸続きで攻め入ることができたわけですけれども、日本の場合だと海があるからこそ、少なくとも上陸する部隊について言うと、制海権を保ってさえいれば、あとは飛行機を使った少数ですからね。決して陸続きでもありとあらゆるところからガンガン入ってくるっていうわけじゃないですから。このあたり、主力戦闘機これからどうするか問題ですよね。今のところ F35 は西側諸国の標準機みたいな形で、ほとんどの国で導入が決まっている関係で、問題点についてはおおよそ全て改善し終わって、戦闘機としてはほぼ完成状態だっていう状態になってますから、今後次期戦闘機をどうするかですよね。日本の場合だとどうしても対艦戦闘機って言って、なんていうか空戦をするためじゃなくって、
船を潰すための戦闘機みたいなところにちょっと特化してるんですけど、まあなんとか予算をつけてね、F35 を超える戦闘機を日本でも作ってほしいなとは思うんですけどね。特にエンジンについては良いものができたとか、やっぱりカーボンモノコック系の技術っていうのも高いし、まあステルス戦闘機に使うような塗料の技術についても日本はそれなりにあるしとかね、まあいろいろ個別の要素では世界に通用するものができたっていう話も結構出ますからね。だからそういうのをちゃんとなんか統合するようなちょっと予算付けをしてもらえれば、あとはね、結構頑張れると思うんですけどね。なんかさ、対艦戦闘機そっちじゃなくてね、船の方ですよ。いや、まあ、お隣の国もまあありますからね。まあでもね、次作る次期戦闘機について言うと、予算的な面で言うと結局のところ国際共同開発にどれだけまあ食い込んでいくかっていうのがちょっとね大事なのかなと思いますけどね。まあ理想的に言えば予算をがっつりつけて次期戦闘機は自力で作ってしまえばいいんですけれども、まあそれが無理であればやっぱり国際共同開発するしかないっていうところですね。で、プラスアルファで言うと今は有人戦闘機っていうのがまだまだ50年ぐらいは続くんですけども、その下では無人戦闘機の開発なんかも進めていかないといけませんからね。ドローンっていうのは結局のところまあ無人じゃないですか。無人戦闘機っていうのもこれから技術発達をしていくっていう前提でいかないといけませんからね。ただ日本の場合だと海を越えてやってくるドローンっていうのはやっぱり数としては少ないので、やっぱり主力戦闘機の性能っていうのがまず第一の命になっていきますよね。よいしょ。プーチンを衛星で狙い撃ちしたら良いのでは。まあなんだろう、衛星で狙い撃ちするっていうのができる国がまあほぼほぼまあアメリカしかないんじゃないっていう話にはなると思うので、ウクライナ軍がやったと言えないですよね。それはパターンとしてウクライナ軍が軍事衛星を持っていて、よし俺がやったんだって言えるんだったらまあその可能性はありますけど、まあなかなかそうはいかんですよね。早川ひかるさん、日本なら無人戦闘機でも軽く作れそうですが、結局のところ無人戦闘機って言っても例えば昔って言うと変か、まあ昔っていう表現でもいいかな。まあ以前ヤマハが無人ヘリコプター作ったりなんかして、まあそれが軍事物資に当たるって言って、まあ海外に輸出できなくなったなんてことがありましたけれども、まあ基本的に無人のそうした飛ぶものを作ろうっていう技術そのものは別に日本にもあるんですけど、じゃあそれをどれだけまあ値段と予算をまあなんていうか自分たちの狙った通りのものを作れるかですよね。日本の中だとそういうのに対してお金にならないから結局のところまあ技術はあるけど物にならないよなって手をつけないパターン多いですからね。アメリカなんかだと DARPA っていうような技術開発系のところにお金がたっぷりあるので、まあちょっとうまくいかなくても問題ないわっていうところから走り始めて、出来上がったらこいつは結構なんとかなるわって、まあちょっとかなり強引なやり方で兵器化することがあるんですけど、日本だとお金にならないなって思った瞬間にやらないっていう風なそっちの方向に走っちゃうことが多いんですよね。銀翼さん、無人機めっちゃ高いって聞いたけどなんでだろう。まあなんでだろう。結局のところ遠隔操作タイプと自律飛行タイプではまあやっぱり技術的な難易度っていうのが結構変わるんだと思いますね。リモコンで操っていくタイプについて言うとそこまでではないかなとは思うんですけれども、ただ軍用の無人機の場合だと、例えば日本だとグローバルホークだったかな、アメリカから輸入して使おうって言ってるやつなんかで言うと、やっぱり航続距離をたっぷり伸ばそうと思ってかなり大型機になってますからね、なかなかそこにお金かかってるんじゃないかなと思いますね。よいしょ。さて、それでは22時55分
大体2時間ぐらいというふうにして、皆さんにお話ししていますので、このぐらいで、本日は終わろうかなと思っております。もともと土曜日の21時スタートだった予定が、私の体調不良により日曜日の21時スタートになってしまいました。来週はなんとか土曜日に、定着させようっていうのを思っておりますので、土曜日の21時から2時間程度っていう感じでまたよろしくお願いします。そして平日については、こちらは動画っていう形でいこうと思ってますので、長い話はとてもじゃないけど聞いてられないわっていう方もぜひとも動画の方で、倍速をかけてもらってサクッと見てもらうっていう感じでいいんじゃないかなと思っております。というわけで本日は皆さん最後までお聞きしていただきありがとうございました。動画だけではなく Twitter の方もやっておりますので、そちらの方もぜひともご覧ください。それでは本日はここまでといたします。皆さんおやすみなさい。またね。